こんにちは。プログラミング学習チャンネルの武士道です。今回は簡単にデスクトップアプリが作れるライブラリ tkinter について解説していきたいと思います。以前に簡単に Web アプリを作れるライブラリであるストリウムリットとプロットリーダッシュの実装動画をアップしているので、興味があればチェックしてみてください。tkinter の使い方をマスターすることで自分のアイデアのアプリを作れるようになるので、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルは無料で Python や Rust などのプログラミング言語の実装方法や解説をしておりますので、もしよければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では始めていきましょう。デスクトップアプリとはそもそも何かと申しますと、コンピューターのデスクトップ環境上で動作するアプリケーションソフトウェアのことです。ここで注意が必要なのは、デスクトップアプリはオフライン状態でも利用できますが、スマートフォンでは利用ができないことです。では、スマートフォンでも利用できるようにするには、どのようにすればよいかと申しますと、Web アプリケーションを作成する必要があります。Web アプリケーションとは、インターネットなどのネットワークから利用できるアプリケーションソフトウェアです。厳密に言えば少し異なりますが、インターネットが接続できる環境であれば、スマートフォン環境でも利用可能と思っていただければ良いと思います。Web アプリについては、ストリウムリットやプロットリーダッシュの動画を見ていただければ、作成することができると思います。まずはいつも通り仮想環境を作成していきます。仮想環境は Python の標準ライブラリであるバーチャルエングを利用します。アクティベート方法は Windows と Mac では異なりますので注意してください。この後、いつもはライブラリをインストールする作業がありますが、tkinter は Python の標準ライブラリのため、その作業は不要です。実装をしてみましょう。まずはアプリの土台となる TK オブジェクトを作成してみましょう。TK オブジェクトができたら、タイトル名と描画のサイズを設定してみましょう。タイトルの設定はタイトル関数を利用します。今回はタイトル名をサンプルとします。また、サイズの設定はジオメトリー関数を利用します。サイズは幅×高さで表します。クラスにまとめたものがこちらになります。表示されるアプリケーションは先ほどのものと同じになります。次はドロップダウンリストを作成します。アプリケーションクラスにドロップダウンリスト用にセットウェジェット関数を作成します。クラス内に関数を作成するため、呼び出す場合はセルフを利用します。今回はセレクト A とセレクト B という選択肢のリストを作成し、セレクトリストという変数名にします。コンボボックスは tkinter の ttk モジュールが必要ですので、追加でインポートします。そして、コンボボックスの引数に先ほど宣言したセレクトリストという変数をします。設定した情報をパック関数を使い、ドロップダウンリストというウェジェットを設置します。ただ、このままだと選択した値を取得できないため、ボタンを作成し、クリックした時にターミナルに選択情報を出力できるようにしましょう。問題なく、ターミナル上に選択情報を出力することができましたね。次は、ラジオボタンを設置してみましょう。アプリケーションクラスに、ラジオボタン用にラジオボタン関数を作成します。こちらも、クラス内に関数を作成するため、呼び出し項はセルフを利用します。ドロップダウンリストは、セレクト C とセレクト D という選択肢のリストを作成し、ラジオリストという変数名にします。設定した情報をラジオボタン関数を使い、ROD というウェジェットを設置します。今回は4を用いて設置したため、個体番号がわかるように、バリューに0から順に番号を振っています。ただ、こちらもこのままだと選択した値を取得できないため、最後にボタンを作成し、クリックした時にターミナルに選択情報を出力できるようにしましょう。値を取得する場合は get を利用します。
今回は事前にイントバーで初期値を設定しており、ラジオボタンが押された時に動的に値が変更され、ボタンをクリックすることで値を取得できるようになります。いかがでしょうか。今回は T キンター入門としてドロップダウンリストとラジオボタンの設置まで実践しました。環境が良ければまた次回続きを進めていければなと思います。動画を見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画で会いましょう。